こんにちは。Python VTuber のサプーです。今回は Python の OR マッパーの定番 SQL アルケミーについて解説したいと思います。SQL を直接書かなくてもデータベースを扱うことができる OR マッパーは便利な仕組みなので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは Python に関する情報を発信しているので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、Discord もあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。まず SQL アルケミーとは何かについて解説します。SQL アルケミーとは Python のオブジェクト操作によってリレーショナルデータベースを操作できるものです。普通、リレーショナルデータベースを操作するとき、SQL という言語を使ってデータベースのデータを操作しますよね。でも SQL アルケミーを使うと、SQL を直接書かずにデータベース操作ができるようになります。イメージとして Python のプログラムとデータベースの間に SQL アルケミーがあって、Python は SQL アルケミーのオブジェクトだけを扱います。そして SQL アルケミーが内部で SQL を生成してデータベース操作を行ってくれるので、コードを書くときは SQL が登場しないということです。もう少し具体的に言うと、データベース内の一つのテーブルに対して、それに対応する SQL アルケミーのクラスを一つ定義して、そのクラスのオブジェクトを操作することで、そのクラスに対応したテーブルを操作します。また、こういうのをオブジェクトリレーショナルマッパー、略して OR マッパーと呼びます。なので SQL アルケミーは Python で使える OR マッパーの一種ということです。言葉で説明すると難しく感じるかもしれませんが、実際に使ってみれば意味がわかるかと思います。そして SQL アルケミーが扱えるデータベースはリレーショナルデータベースだけなので注意してください。SQL アルケミーはリレーショナルデータベースとしてよく使われる SQLite、Postgre、MySQL MariaDB、Oracle データベース、Microsoft SQL サーバーをサポートしています。そしてこのような OR マッパーを使うメリットは何かというと、OR マッパーを使うとデータベースの種類が切り替わっても Python のコードをほとんど変えずに動かすことができるということがメリットだと言われています。実は SQL はデータベースの種類によって微妙に書き方が違うのですが、OR マッパーはそのような微妙な書き方の違いを吸収してくれる役割があります。他にも SQL を書かなくてもデータベース操作ができるということもメリットです。コード上に2つの言語が登場すると読みにくいなとかわかりにくいなと思う人も多いかと思います。でも OR マッパーを使えば Python だけでデータベース操作ができるので、統一感のあるコードで実装することができます。また OR マッパーの本来の目的とは異なりますが、セキュリティの面でも OR マッパーを使うメリットがあります。多くの OR マッパーでは SQL インジェクションと呼ばれる入力データの中に SQL を仕込んで意図しない操作をさせる攻撃手法を防ぐような対策が取られています。このようなメリットがある一方、OR マッパーにはデメリットもあります。SQL やデータベースの知識がない状態で OR マッパーを使う場合、何か問題があっても問題の原因やどう解決すべきなのかがわからないこともあるからです。特に OR マッパーが生成する SQL が実際にどのような SQL なのかがコード上では明確ではないため問題を起こすケースもあります。この例としてよく出されるのは N プラス1問題で、N プラス1問題とはパフォーマンスが著しく悪化する典型的な例です。N プラス1問題については実際の OR マッパーの使い方を解説した後の方が理解しやすいと思うので、この後の実演の中で説明しますね。そのため SQL を直接書く方が好ましいと思うエンジニアもいます。また先ほどデータベースの種類が切り替わっても Python のコードをほとんど変えずに動かすことができるといったものの、実は SQL アルケミーを使っていてもデータベースが変わった時に Python のコードを書き換えないといけないケースもあります。
例えば、Postgre には JSON 型がありますが、SQLite には JSON 型がないため、SQLAlchemy でも違いを吸収できません。そのため、Python コードを一切書き換えなくても、完璧に別のデータベースへ切り替えることができるとは言えないということです。OR マッパーを使うときは、こういったデメリットも理解した上で OR マッパーを使いましょう。また、このようなデメリットを緩和するために、OR マッパーによっては、生の SQL を直接書いて、データをオブジェクトにマッピングする処理だけを行うようなものもあります。ただ、今回は SQLAlchemy の動画なので、SQL を書かないタイプの OR マッパーについて説明しました。では実際に SQLAlchemy を使って Python からデータベースの操作を行いたいと思います。この動画では Postgre というデータベースを使って実演を行います。もちろん他のデータベース、例えば MySQL などでも問題はありません。また、この実演ではデータベースに関する知識があることを前提に説明をしているため、もしもデータベースについてまだ理解ができていない方は、こちらの動画を参考にしてみてください。まず、データベースサーバー内に MyDB という名前のデータベースを事前に用意しておきます。Postgre の場合、Postgre にログインをして、Create Database MyDB セミコロンというコマンドを実行すれば、MyDB というデータベースが作成できます。そして SQLAlchemy をインストールします。コマンドラインツール上で pip install SQLAlchemy というコマンドで SQLAlchemy をインストールしておいてください。また、Postgre を使う場合は pip install psychopg2 というコマンドを実行して psychopg2 というライブラリもインストールしておきます。準備はこれで OK です。次に Python ファイルを何か適当に作成し、ここにデータベース操作用のコードを書いていきます。今回は main.py というファイルを準備しました。まず、エンジンというオブジェクトを作成します。これはデータベースに接続するためのオブジェクトです。from SQLAlchemy import create engine で create engine 関数をインポートします。そしてメイン関数を作って if name == main という if 文の中でこのメイン関数を呼び出します。メイン関数の中で create engine 関数を呼び出してエンジンオブジェクトを作成してエンジンという変数に代入します。第一引数には接続先のデータベースを文字列で指定するのですが、Postgre の場合は PostgreSQL プラス psychopg2 コロンスラッシュスラッシュと書き、その後ろにユーザー名コロンパスワードアットマークホスト名スラッシュデータベース名を指定します。SQLite の場合 SQLite コロンスラッシュ3つと書いてその後ろにデータベースファイルのパスを指定します。絶対パスで指定するとき、Windows の場合はこのように書き、Mac の場合はこのように書き、スラッシュが4つあることに気をつけてください。MySQL の場合は MySQL プラス PyMySQL コロンスラッシュスラッシュと書き、その後ろにユーザー名コロンパスワードアットマークホスト名スラッシュデータベース名を指定します。今回データベースの種類は Postgre で、データベースの名前が MyDB で、ユーザー名が Postgres、パスワードが Postgres なので、このように書きます。また、動作確認のため、エコーという引数に true を指定して、SQL ログを標準出力に表示するようにしておきます。一度このエンジンを使って MyDB というデータベースの中にテーブルが存在しているかを確認してみましょう。まず、SQLAlchemy のインスペクト関数をインポートして、第一引数にエンジンを指定してインスペクト関数を呼び出します。モドリッチはこのデータベースのメタデータにアクセスできるインスペクターというオブジェクトです。このインスペクターの getTableNames を呼び出すとテーブル一覧が表示されるので、プリント関数で表示してみます。これを実行してみると、一番最後に空のリストが表示されて MyDB にはまだテーブルが一つもないことがわかります。ここで少しだけ PR をさせてください。現在 SAP の書籍が発売中です。概要欄に URL があるので興味がある方はぜひチェックしてください。
では SQL アルケミーを使ってテーブルを作成しようと思います。まずモデルというものを定義します。先ほども説明したように OR マッパーでは一つのテーブルに対して一つのクラスを定義します。このようにテーブルにマッピングされているクラスをモデルと呼びます。このモデルにテーブルの定義を書いていきます。まずモデルを書くための Python ファイルを用意しておきます。今回は models.py というファイルを作りました。ここにモデルとして使うクラスの定義を書いていきます。今回 users というテーブルを作ろうと思います。この users テーブルはユーザーの基本情報を保存するために使うテーブルにしようと思います。なので、ユーザーズテーブルにマッピングされるユーザーというクラスを定義します。まず、from sqlalchemy.orm import declarative base, mapped column と書いて、declarative base と mapped というクラスと mapped column をインポートします。そして、ユーザーというクラスを定義するんですが、その前に、base というクラスを作ります。このベースクラスはインポートしたデクラララティブベースというクラスを継承させます。ここには変数やメソッドは書かずにパスとだけ書いておきます。そしてユーザークラスの定義を書くのですが、ユーザークラスは今作ったベースクラスを継承させます。なぜこのような形にするのかというと、ベースクラスを操作することで、ベースクラスを継承したモデル用のクラスに対して一括して何かしらの処理、例えばテーブルの作成などを行うことができるようになるからです。そしてユーザークラスにアンダースコア2つ、テーブルネームアンダースコア2つという特殊なクラス変数を定義して、このクラス変数にテーブル名を文字列で指定します。なので今回はユーザーズという文字列を指定します。次にユーザーズテーブルが持つカラムをユーザークラスのインスタンス変数として定義します。つまりクラスがテーブルと対応していて、クラスが持つインスタンス変数がそのテーブルのカラムに対応しているということです。書き方ですが、データクラスのようにメソッドの外でインスタンス変数を定義します。例えば、ユーザーズテーブルには name というカラムを持たせたいので、name というインスタンス変数をユーザークラスに定義します。name コロンと書いて、その後ろに mapped str と書いて、対象のインスタンス変数の型ヒントを書きます。通常の Python のデータクラスの場合、name:str と型ヒントを書きますが、SQL Alchemy のモデル用のクラスのため、mapped:str にする必要があります。そして mapped_column という関数を呼び出した結果をこのインスタンス変数に代入します。マップドカラムの第一引数には対象のカラムのデータ型を指定します。今回、name というカラムは Postgre のテキスト型にしたいので、from SQL Alchemy import text とテキストをインポートして、それをマップドカラムの第一引数に指定します。これで users というテーブルにはテキスト型の name というカラムを用い、そのカラムは Python のユーザークラスの name という文字列型のインスタンス変数とマッピングされることが定義できました。このようにユーザーズテーブルに必要なカラムをユーザークラスのインスタンス変数として定義していきます。このマップドカラムの第一引数に指定できるデータ型はいろいろな種類があるんですが、代表的なものだとインテジャー、フロート、ダブル、ニューメリック、ストリング、テキスト、UUID、タイム、デート、デートタイム、ブーリアンなどがあります。次にこのユーザーズテーブルに ID というカラムを持たせて UUID の値を登録できるようにしたいと思います。ネームと同じようにインスタンス変数 ID を作成して型を UUID にしたいのでインポート UUID で標準モジュールの UUID をインポートした後ID の型ヒントにマップドUUID と指定します。で、先ほどと同じようにSQL Alchemy の UUID をインポートして、マップドカラムの第一引数にカラムのデータ型として UUID を指定して呼び出した結果を ID に代入します。また制約もここで定義します。例えばこの ID カラムにプライマリーキー制約をつけたい場合はマップドカラムの引数
プライマリーキーを true にします。あとはデータを追加するとき、自動で UUID がこのカラムに登録されるようにしたい場合、マップドカラムの引数デフォルトに UUID.UUID4 を指定します。これでインスタンス変数の ID は OK です。また、name というカラムに not null 制約をつけたい場合は、マップドカラムの引数 nullable に false を指定します。さらに、name にはユニーク制約もつけようと思います。ユニーク制約をつけるには、マップドカラムの引数ユニークに true を指定します。他にもバースデーという日付型のカラムを追加しようと思います。これまでと同じように、バースデーというインスタンス変数を用意して、from datetime import date でデートをインポートして、SQL Alchemy のデートをインポートしたら、バースデーの型ヒントをマップド各括弧デートにして、マップドカラムの第一奇数にカラムのデータ型としてデートを指定します。また、バースデーはあえて null を許容するために nullable = true としておきます。では、もう一つテーブルを作りたいと思います。ユーザーが投稿した記事の情報を持つポストテーブルというテーブルを作成しようと思います。このポストテーブルには記事のタイトル、記事の本文、投稿者、投稿日時、更新日時という情報が保存できるようにしておきたいと思います。なので、ポストテーブルにマッピングされるポストというクラスを定義します。先ほどのユーザークラスと同様にベースクラスを継承して作ります。また先ほどと同様に特殊なクラス変数、アンダースコア2つ、テーブルネームアンダースコア2つを定義し、テーブルの名前を文字列で指定します。今回はポストという名前にしたいので、ポストという文字列を指定します。そしてこのポストテーブルにも ID カラムを持たせたいので、先ほどのユーザークラスの ID と全く同じようにID というインスタンス変数を作って、型ヒントをマップド各括弧 UUID.UUID とします。マップドカラムを第一奇数が UUID、プライマリーキーを true、デフォルトを UUID の UUID4 にして呼び出して、結果を ID に代入します。次に記事のタイトルを保存するタイトルというカラム、記事の本文を保存するボディというカラムを持たせたいので、タイトルとボディというインスタンス変数を作成します。型ヒントはマップド各括弧ストリング。マップドカラムの第一奇数はテキスト。not null 制約をつけるために nullable に false を指定しておきます。これで記事のタイトルと本文のカラムは OK です。次に、投稿者の情報を保存する UserID というカラムを持たせたいので、UserID というインスタンス変数を作成します。このカラムは Users テーブルの ID に紐づく外部キーにしたいと思います。そのため、UserID の型ヒントは Mapped の UUID の UUID です。これを外部キーにしたいので、SQL Alchemy のフォーリンキーをインポートして、ユーザー ID のマップドカラムの第一奇数には、フォーリンキーオブジェクトを指定します。このフォーリンキーオブジェクトを生成するときの第一奇数に、紐づいているテーブル名、ドット、カラム名を文字列で指定します。なので今回だと users.id という文字列をフォーリンキーの第一奇数に指定します。また、not null 制約もつけたいので、nullable = false も追加しておきます。そして、投稿日時と更新日時のカラムを持たせたいので、created at と updated at というインスタンス変数を作成します。日時に関するデータなので、デートタイムのデートタイムをインポートして、created at と updated at の型ヒントを mapped 各括弧デートタイムにします。このカラムのデータ型はデートタイムなので、SQL Alchemy のデートタイムをインポートして、マップドカラムの第一奇数にはデートタイムを指定します。
今回、この投稿日時と更新日時はタイムゾーン付きの日本時間として日時を保存したいので、タイムゾーンという引数に true を指定して生成したデートタイムオブジェクトにしておきます。そしてマップドカラムのデフォルトの引数にラムダ式を指定して、このレコードが追加されたそのタイミングの日時が自動で登録されるようにしようと思います。ラムダ式にはデートタイムの now を指定したいんですが、日本時間の現在日時にしたいので、ZoneInfo の ZoneInfo をインポートして、now の引数に ZoneInfo を指定して、ZoneInfo の引数にはアジア東京を文字列で指定します。これで作成日時と更新日時は対象のレコードが作成されたタイミングのタイムゾーン付きの日本時間の日時が自動で登録されます。あとは更新日時は対象のレコードが変更されるたびに自動でその変更された時の日時が保存されるようにしたいので、マップドカラムのオンアップデートという引数にデフォルトと全く同じようにラムダ式を指定してタイムゾーン付きの日本時間の日時が自動で登録されるようにしておきます。これで更新日時は対象のレコードが変更されるたびに自動でその変更された時の日時が保存されます。最後にリレーションシップも定義しておきます。リレーションシップとは Python コード上で関連するオブジェクト同士の関係性を表したもので、データベース側に何か変化をもたらすものではありません。Python コード上でオブジェクト同士の結びつきを利用してオブジェクトにアクセスしやすくする仕組みみたいなものです。例えば今ユーザークラスの ID とポストクラスのユーザー ID は紐づいていますが、ユーザークラスから見るとユーザークラスは複数のポストクラスのオブジェクトを紐づけられている状態と言えますよね。つまりユーザークラスにポストというリストの属性があって、そのポストに対象のユーザーが投稿した記事であるポストオブジェクトが格納されていたら、ユーザーオブジェクトからポストのオブジェクトをたどるときに便利です。Python のオブジェクトでこれを実現するためにユーザークラスにポストという属性を定義し、型ヒントをマップド角括弧リスト角括弧ポストとします。つまり、ポストオブジェクトを要素に持つリストという意味です。そして、SQLAlchemy ORM のリレーションシップをインポートして、このポストの属性にリレーションシップの呼び出し結果を代入します。リレーションシップへ渡す値は後ほど書きます。同じように今度は、ポストオブジェクトから見たとき、記事を投稿したユーザーのユーザーオブジェクトを取得しやすくするために、ユーザーという属性を定義し、型ヒントをマップド角括弧ユーザーとします。そしてリレーションシップの呼び出し結果を代入します。この時、リレーションシップの引数、バックポピュレーツに相手から見た時に、どの属性に自分が紐づくのかを指定します。ちょっとややこしいんですが、つまりユーザークラスのポストという属性には複数のポストオブジェクトのリストが紐づくわけですが、そのポストオブジェクトのユーザー属性をたどると自分自身のユーザーオブジェクトになるというイメージです。なので、ユーザークラスのポスト属性のリレーションシップのバックポピュレーツにはユーザーという文字列を指定します。これで双方向の関係を表しています。同じように、ポストクラスのユーザーという属性にはユーザーオブジェクトが紐づくわけですが、そのユーザーオブジェクトのポスト属性をたどると、その中に自分自身のポストオブジェクトが存在しているというイメージです。なので、ポストクラスのユーザー属性のリレーションシップのバックポピュレーツにはポストという文字列を指定します。これでモデルの定義は OK です。では、今定義したモデルを使って実際にデータベースにテーブルを作成してみましょう。main.py 側でモデルズというファイルで定義したベースクラスをインポートします。そしてベースのメタデータの createAll というメソッドを呼び出し、引数にエンジンを指定します。
これでベースを継承しているクラス、つまり今回だとユーザークラスとポストクラスの定義からそれにマッピングされているテーブルが作成されます。SQL でいうところの Create テーブルコマンドが実行されるということです。では、これを動かしてみると、Create Table Users というユーザーズテーブルを作成する SQL と Create Table Posts というポストテーブルを作成する SQL 文が表示されるかと思います。これが実際に SQL Alchemy が生成して実行した SQL 文になります。これで MyDB に Users テーブルと Posts テーブルが作成できました。テーブル作成はもう行わないので、この1行は削除しちゃいますね。また VS コードの PostgreSQL という拡張機能で Postgre のデータベースの状況が確認できるので念のため確認しておきます。そうすると MyDB というデータベースに Users テーブルとポストテーブルが作成できたのがわかりますね。既存のテーブルに対して SQL Alchemy を使いたい場合、既存のテーブルに対応したモデルの定義を書けば、Create All でテーブルを作らなくても、この後に説明するテーブル操作を同様に行うことができます。次に作成したテーブルにデータを追加していきたいと思います。テーブルに対してデータを追加、取得、更新、削除するときは、セッションというものを使います。なので、まず、from sqlalchemy.orm import session で、セッションクラスをインポートします。そして、セッションオブジェクトを作成するのですが、作成するときに引数にエンジンオブジェクトを渡します。で、with 句を使ってスコープを作成し、as セッションと書いて作成したセッションオブジェクトをセッションという変数に代入します。この with 句の中にテーブルにデータを追加するコードを書いていきます。まず Users テーブルにデータを追加するにはそのテーブルにマッピングされたクラスである User クラスのオブジェクトを作成します。なので User クラスをインポートして User オブジェクトを作成します。ユーザーオブジェクトは ID は自動で生成されるので、ネームとバースデーを指定すれば OK です。今回、ネームは鈴木さんとします。またバースデーはデートオブジェクトを指定する必要があるので、デートタイムのデートをインポートして、1990年1月1日のデートオブジェクトを作成して、それをバースデーに指定します。このように作成したユーザーオブジェクトをユーザーという変数に代入して、セッションの add というメソッドを呼び出し、引数に追加したいデータを持つオブジェクト、今回の場合だとユーザーを渡します。そしてセッションのコミットメソッドを呼び出すと、コミットしてデータベースに反映されます。データの追加はこれだけです。これを実行すると SQL Alchemy はインサート文を生成して実行してテーブルにデータが追加されます。これを実行してみると、確かにインサート文が表示されましたね。そしてユーザーズテーブルを見てみると、鈴木さんのデータが誕生日が1990年1月1日で追加されて、UUID も自動で生成されて登録されたのがわかりますね。もしも複数のデータを一気に追加したい場合は、add all というメソッドを使って引数に追加したいデータを持つオブジェクトを複数要素に持つリストを指定すれば OK です。なので、例えばユーザー1に田中さん、ユーザー2に佐藤さん、ユーザー3に山田さん、ユーザー4に佐々木さんのデータを持つユーザーオブジェクトを代入して、セッションの add all メソッドにそのユーザーオブジェクトを複数持つリストを指定してコミットを呼び出すといったこのようなコードを実行してみると、確かに一気に4レコード追加することができましたね。次にポストテーブルにもデータを追加しようかと思うんですが、ポストテーブルにはユーザーズテーブルの ID と紐づくユーザー ID があるため、ユーザーズテーブルのデータを取得して該当のユーザーの ID を調べる必要があります。なので先にデータの取得の方法を説明しますね。データを取得するには SQL Alchemy のセレクトを使うので、セレクトをインポートします。例えば、ユーザーズテーブルからネームカラムが田中であるユーザーを取得したい場合、セレクトの引数にユーザークラスを指定して、
where メソッドを呼び出し、user.name 田中と書きます。つまり、どのテーブルからデータを取得するのかを指定するために、テーブルにマッピングされているクラスを select の引数に指定します。where の引数にはどのような条件なのかを指定するために、クラスのインスタンス変数=合致する値を指定します。この戻り値をステートメントという変数に代入しておきます。そしてセッションのスケーラーズメソッドの引数にステートメントを渡して呼び出すことで条件に合致するデータが取得できて戻り値に取得したデータが入っています。戻り値はスケーラーリザルトというオブジェクトなんですが、スケーラーリザルトの1というメソッドを呼び出すと取得したデータが一つ取り出せます。ユーザーズテーブルのネームカラムにはユニーク制約がついているため、ネームが田中なのは一つだけでその田中さんのデータが取得できるということです。そのため、そのままメソッドチェーンで1というメソッドを呼び出します。そして戻り値をユーザーという変数に代入します。この戻り値はユーザークラスのオブジェクトなので、例えばインスタンス変数、ID、ネーム、バースデーにアクセスして、それをプリント関数で表示してみます。また SQL アルケミーのログ出力と取得したデータの出力が一緒に混ざってしまうと見づらいので、一度エコー=true を削除しておきます。これを実行してみると、確かに田中さんの ID、名前、誕生日が取得できましたね。OR マッパーが便利なのはデータベースから取得した値が自動でオブジェクトのインスタンス変数に代入されるということです。OR マッパーを使わない場合、SQL で取得した値を一つずつ変数に格納するというコードを書く必要がありますが、OR マッパーを使えばそういったコードは書く必要がなく、データがユーザーオブジェクトとして取得できるため、このユーザーオブジェクトをそのまま Python プログラムの中で持ち回せばよいので便利ですね。では、複数の値を取得する場合も考えてみます。複数のデータを取得する場合は、スケーラーズの戻り値であるスケーラーズリザルトを4分で回すことで値を取得できます。なので、例えば、この where を削除して、1というメソッドも削除して、スケーラーズの戻り値をリザルトという変数に代入します。で、リザルトを4分で回して取り出した結果はユーザーオブジェクトなので、ユーザーという変数に割り当てます。4分の中でユーザーオブジェクトのネームにアクセスして、それを表示させるプログラムを動かしてみましょう。これを実行すると、確かにユーザーズテーブルのすべてのレコードのネームが表示できましたね。データを取得するための条件の書き方は他にもいろいろあるので、ここでは代表的な方法を説明します。まず、where を使った方法では、先ほどネームが田中であるという一致の条件は=で書きました。逆に田中ではないという不一致の条件は通常の Python のようにエクスクラメーションマーク=と書きます。なので、セレクトの後ろに where メソッドを追加して、ユーザーのネームが田中ではないという条件式はこのように書くことができます。これを実行してみると、確かに田中さん以外のユーザーのデータが取得できました。また、比較演算子も使えます。例えば、バースデーが2000年1月1日よりも前のデータを取得したい場合、ユーザー .birthday 右に開いた山括弧2000年1月1日のデートオブジェクトと書けば、バースデーが2000年1月1日よりも小さい日付、つまりそれよりも前の日付であるという条件になります。for の中で表示しているインスタンス変数をネームだけじゃなくて、バースデーも追加して、これを動かしてみると、確かに誕生日が2000年1月1日よりも前の日付のユーザーのデータだけが取得できたのがわかりますね。比較演算子は通常の Python と同じように A が B 以上は A 左に開いた山括弧=B。A が B より大きいは A 左に開いた山括弧 B。A が B 以下は A 右に開いた山括弧=B。A が B より小さいは
A、右に開いた山括弧 B と書くことができます。また、ヌルは Python の none で表現され、例えばバースデーがヌルであるデータを取得したい場合は、where の中に user.birthday.is アンダースコア丸括弧 none と書きます。これを実行すると、確かにバースデーがヌルのデータだけが取得できました。逆にヌルじゃないデータを取得したい場合は is not 丸括弧 none と書きます。なので is を is not に変更して、これをもう一度実行してみると、今度はバースデーがヌルではないデータだけが取得できました。また in つまり方眼による条件を書くこともできます。例えばネームが田中、佐藤、鈴木というリストに含まれるデータを取得したい場合、where の中に user.name.in_ と書き、in の引数に田中、佐藤、鈴木の要素を持つリストを指定します。この時、in の後ろにアンダースコアがあることに注意してください。これを実行すると、確かにネームが田中、佐藤、鈴木というリストに含まれるデータだけが取得できましたね。また、between、つまり範囲を指定した条件を書くこともできます。例えば、バースデーが1991年1月1日から2005年の12月31日までのデータを取得したい場合、user.birthday.between と書き、between の第一引数に開始の値、第二引数に終了の値を指定します。なので、第一引数に1991年1月1日のデートオブジェクト、第二引数に2005年12月31日のデートオブジェクトを指定して、これを実行してみると、バースデーが1991年1月1日から2005年12月31日までのデータを取得することができました。また、like、つまりパターンマッチも行えます。例えば、ネームの最後の一文字がキで終わるデータだけを取得したい場合、where の中に user.name.like 丸括弧%キという文字列を指定します。%はワイルドカードです。これを実行してみると、確かにネームの最後の一文字がキで終わるデータだけを取得できましたね。また、オーダーバイ、つまりデータを小順や後順で並び替えることもできます。例えば、誕生日を小順、つまり年齢が高い順に取得したい場合、セレクトの後ろにオーダーバイというメソッドをつなげて書いて、引数に user.birthday を指定します。これを実行すると、確かに誕生日を小順に並び替えてデータが取得できたのがわかります。逆に誕生日が後順、つまり年齢が小さい順にデータを取得したい場合は、ユーザーバースデーの後ろに .desc 丸括弧をつけます。これを実行すると、誕生日が後順、つまり年齢が小さい順にデータを取得できました。また、リミット、つまりデータ数の制限をすることもできます。例えば、ユーザーズテーブルから最初の2レコードだけのデータを取得したい場合、セレクトの後ろにリミットメソッドをつなげて呼び出して、引数に取得したいレコード数2を数値で指定します。これを実行してみると、確かに2レコードのデータだけを取得できました。また、ここまで説明してきたものは、すべてメソッドチェーンでつなげることができます。例えば、バースデーがヌルじゃないデータに絞り込んで、バースデーを小順で並び替えたい場合、セレクトの後ろに where をつないで、バースデーがヌル以外のデータに絞り込んで、さらにその後ろにオーダーバイをつないで、バースデーの値で小順に並び替えるようにしたら良いです。これを実行すると、確かにバースデーがヌルじゃないデータに絞り込んでバースデーを小順に並び替えることができました。そして複数の条件を AND でつなげたい場合は where の引数に複数の条件を指定すれば良いです。AND とはかつという意味で、すべての条件が true の時にだけ全体が true になります。例えば、バースデーがヌルじゃないデータで、かつ名前の最後がキで終わるデータだけを取得したい場合、where の第一引数に user birthday is not none、第二引数に user name like % キを指定します。これを実行すると、確かにバースデーがヌルじゃないデータ、
かつ、名前の最後がキーで終わるデータだけを取得できましたね。また、複数の条件を OR でつなげたい場合は、where の中に OR アンダースコアを書いて、OR アンダースコアの引数に複数の条件を指定します。or とは、またはという意味で、つまり複数の条件の中で一つでも true なら全体が true になります。例えば、バースデーが1991年12月31日以前のデータ、またはバースデーが2005年1月1日以降のデータを抽出したい場合は、SQL アルケミーの OR アンダースコアをインポートして、where の中に OR アンダースコアを書いて、OR の第一奇数に user.birthday 右に開いた山括弧イコール1991年12月31日のデートオブジェクト。第二引数に user.birthday 左に開いた山括弧イコール2005年1月1日のデートオブジェクトを指定します。これを実行すると、確かにバースデーが1991年12月31日以前のデータ、またはバースデーが2005年1月1日以降のデータが抽出できました。次に複数のテーブルを紐付けてデータを取得する方法を説明しようと思うのですが、その前に準備としてポストテーブルにもデータを登録しておきます。なので、モデルズのポストクラスもインポートしておきます。そして例えば田中さんがタイトル Python について本文 Python はインタープリター型の高水準汎用プログラム言語であるという記事とタイトルが Java について本文が Java は汎用プログラム言語とソフトウェアプラットフォームの双方を指している総称ブランドであるという記事を書いたとするデータを追加します。田中さんのユーザーの ID を取得するためにユーザーズテーブルから田中さんのデータをユーザーオブジェクトと取得してポストクラスのオブジェクトを2つ作ります。この時、ユーザー ID に取得したユーザーオブジェクトの ID を指定すれば田中さんのユーザー ID が設定できますね。そしてタイトルとボディに文字列でデータを指定します。で、セッションの add all を使ってポストテーブルへ2レコード追加してセッション .commit で反映します。これを実行してみると、田中さんが書いた記事が2レコード追加できました。同様に鈴木さんの記事も2レコード追加してみます。鈴木さんはタイトルが PHP について、本文が PHP は The PHP グループによってコミュニティベースで開発されているオープンソースの汎用プログラミング言語という記事とタイトルが Ruby について、本文が Ruby は松本幸宏によって開発された簡潔な文法が特徴的なオブジェクト指向スクリプト言語という記事を書いたとするデータを追加します。これを実行して、鈴木さんの記事も2レコード追加できました。では、ユーザーのデータとポストのデータを紐付けた状態でデータを取得しようと思います。まず、SQL アルケミーの ORM の Select in Load をインポートします。そしてこれまでのように Select User でユーザーテーブルのデータを取得しようと思うのですが、そのユーザーに紐づくポストのデータ、つまり記事のデータも一緒に取得するようにしようと思います。その場合、Select の後ろに Options メソッドをつなげて書いて、引数に Select in Load 丸括弧 user.posts を指定します。つまり、ユーザーのポスト属性も一緒に取得するという意味です。あとはこれまでと同じように、セッションのスケーラーズメソッドにステートメントを渡して、戻り値をリザルトに代入して、リザルトをfor文で回します。このfor文で取り出したユーザーオブジェクトは、ポストという属性があるんですが、そのユーザーが書いた記事に対応したポストオブジェクトへポストからアクセスできるので、さらにfor文を書いて、一つ一つのポストオブジェクトをポストという変数に割り当てます。この中でユーザーのネームとポストのタイトルを表示します。こうすることでユーザーの名前とそのユーザーが書いた記事のタイトルが表示されるはずです。これを実行してみると、確かに鈴木さんの名前と鈴木さんが書いた2つの記事のタイトルと田中さんの名前と田中さんが書いた2つの記事のタイトルが取得できましたね。逆にポスト側からの紐付けでデータを取得する場合は、セレクトの引数にポストクラスを指定して、
オプションズの引数に指定するセレクトインロードの引数にポストのユーザーを指定します。こうすることで、ポストクラスのユーザー属性も一緒にデータを取得することができます。そしてセッションのスケーラーズにステートメントを指定して、戻り値をリザルトに代入して、リザルトを法文で回してポストオブジェクトを取り出します。この時、その記事を書いたユーザーオブジェクトへポストのユーザーからアクセスできるので、ポストのタイトルと一緒にポストのユーザーのネームも表示してみます。これを実行してみると、各記事に対してその記事を書いたユーザーの名前も一緒に表示されましたね。このように複数のテーブルを紐付けてデータを取得します。ここで動画の冒頭で話していた N プラス1問題について説明します。N プラス1問題とは、複数のテーブルの紐付けを利用してデータを取得するときに起きる問題です。例えば先ほどのように、ユーザーズテーブルに登録されているユーザーの情報と、各ユーザーが書いた記事の情報を取得しようと思ったとき、書き方によっては何度もデータベースに問い合わせることになり、パフォーマンスが著しく悪化することがあります。先ほどのようにセレクトインロードを使わなくても、このようなフォー文を回すことで、ユーザーズテーブルに登録されているユーザーの情報と、そのユーザーが書いた記事の情報を取得することができます。一度ユーザーの情報を取得して、その結果をリザルト U という変数に代入し、各ユーザーごとにポストテーブルからデータを抽出して、取得したポストを一つずつ表示するというプログラムです。実際にこのコードを実行してみると、期待の通りユーザーの名前とそのユーザーが書いた記事のタイトルが表示できました。で、このコードの何が良くないのかというと、セレクトの回数がユーザーのデータ数に比例して増えていってしまうことです。ユーザーの一覧を取得するためのセレクトが1回実行され、その後、ユーザーの人数分だけこのセレクトが実行されるので、もしもユーザーが100人なら100プラス1回、ユーザーが1万人なら1万プラス1回、ユーザーが100万人なら100万プラス1回と、ユーザー数プラス1、つまり N プラス1回、このプログラムによってセレクトが実行されることになります。これが N プラス1問題です。実際にこのプログラムで SQL のセレクト文が何回呼び出されているか確認するために、エコーイコール true をつけて、これを実行してみると、1回、2回、3回、4回、5回、6回、つまりユーザー数プラス1回実行されているのがわかります。ただ、先ほど説明したセレクトインロードを使うと、このような N プラス1問題は起こりません。実際に先ほど動かしたセレクトインロードを使ったコードをエコーイコール true でもう一度動かしてみると、1回、2回、このようにセレクトは2回しか実行されていません。ユーザー数が増えても2回しかセレクト文は実行されないので N プラス1問題は起きません。このように SQL アルケミーでは N プラス1問題が起きないような仕組みが用意されているので、複数のテーブルのデータを紐付けてデータを取得する場合はセレクトインロードを使っていきましょう。また、このような問題を起こさないためにもテーブルの構造を理解して OR マッパーがどのような SQL を実行するか把握した上で使用するのが良いでしょう。ぜひ注意してください。次にデータを更新する方法を説明します。データを更新するには、対象のデータをデータベースから取得して、対象のオブジェクトのインスタンス変数の値を変更してコミットするだけです。なので、例えば、ユーザーズテーブルに登録されている田中さんのバースデーは1992年7月11日ですが、これを2002年7月11日に変更する場合を考えてみます。まずは、田中さんのデータをユーザーズテーブルから取得します。これまでのように、セレクトユーザー where ユーザーネームイコール田中で、ユーザーズテーブルから田中さんのデータを取得するステートメントを作成して、セッションのスケーラーズにステートメントを指定します。ネームが田中のデータは一つだけだと分かっているので、ワンメソッドを呼び出して、その一つのデータをユーザーオブジェクトとして、ユーザーという変数に代入します。
そしてユーザーのバースデーに新しい値として2002年の7月11日のデートオブジェクトを代入してセッションのコミットを呼び出してこの変更を反映させます。このようにデータを更新します。これを実行してみると、確かに田中さんのバースデーが2002年7月11日に変更されました。また一括で複数のデータを更新したい場合はアップデートを使います。例えばネームの最後がキーで終わるユーザーのバースデーを1999年7月7日に変更してみます。今ユーザーズテーブルに登録されているユーザーでネームの最後がキで終わるのは鈴木さんと佐々木さんで、それぞれバースデーは1990年1月1日とヌルです。まず SQL アルケミーのアップデートをインポートしてアップデート丸括弧ユーザーと書きます。アップデートの引数には更新対象のテーブルに対応したクラスを指定します。なので今回はユーザークラスを指定します。そしてこれまでのように where をつなげて書いて対象のデータを絞り込みます。今回はネームの最後がキーで終わるユーザーなので where の中にユーザーネーム like% キーと書きます。最後にその絞り込んだデータに対してどのように値を変更するか指定するためにvalues というメソッドをつなげて書いて引数バースデーに1999年7月7日のデートオブジェクトを指定します。これをステートメントという変数に代入します。そしてセッションのエグゼキュートを引数にステートメントを指定して呼び出し、最後にセッションのコミットを呼び出して変更を反映します。これでネームの最後がキーで終わるユーザーのバースデーがすべて1999年7月7日に変更されるはずです。これを実行してみると、確かにネームの最後がキで終わる鈴木さんと佐々木さんのバースデーが両方1999年7月7日になりましたね。次にデータを削除する方法を説明します。データを削除するには対象のデータをデータベースから取得してセッションのデリートの引数に渡してコミットするだけです。例えば山田さんのデータをユーザーズテーブルから削除する場合を考えてみます。今、山田さんのデータはユーザーズテーブルに登録されています。これまでのようにセレクトユーザー where ユーザーネーム==山田で、ユーザーズテーブルから山田さんのデータを取得するステートメントを作成して、セッションのスケーラーズにステートメントを指定します。ネームが山田のデータは一つだけだと分かっているので、1を呼び出して、その一つのデータをユーザーオブジェクトとして取得してユーザーという変数に代入します。そしてセッションのデリートメソッドを呼び出して、引数にユーザーオブジェクトを指定して、セッションのコミットを呼び出して削除を反映させます。これでユーザーズテーブルからネームが山田のデータが削除されます。これを実行すると、確かにユーザーズテーブルからネームが山田のデータが削除されましたね。またこちらも同じように複数のデータを一括で削除することも可能でデリートを使います。例えばユーザーズテーブルからネームの先頭がさで始まるユーザーのデータをすべて削除するケースを考えてみます。今回の場合だと佐藤さんと佐々木さんが該当しますね。まず SQL アルケミーのデリートをインポートして、デリート丸括弧ユーザーと書きます。デリートの引数には削除対象のテーブルに対応したクラスを指定します。なので今回はユーザークラスを指定します。そしてこれまでのように where をつなげて対象のデータを絞り込みます。今回はネームの先頭がさで始まるユーザーなので where の中にユーザーネーム like さ%と書きます。そしてセッションのエグゼキュートを引数にステートメントを指定して呼び出して最後にセッションのコミットを呼び出して削除を反映します。これでネームの先頭がさで始まるユーザーがすべて削除されるはずです。これを実行してみると確かにネームの先頭がさで始まるユーザー、佐藤さんと佐々木さんのデータが削除されましたね。最後にトランザクションについて説明します。トランザクションとは一連のデータベース操作を一つのまとまった処理の単位として扱うことでしたよね。詳しくは SQL の動画で説明しているので忘れてしまった方はそちらを見てください。
SQL アルケミーでは、ここまでで紹介したように、セッションを作成して、最後にコミットで反映を行うといったこのようなコードの書き方をすると、コミットまでの処理が一つのトランザクションとなっています。そのため、例えば、ユーザーズテーブルの鈴木さんのバースデーを2025年1月1日に更新する処理と、ポストテーブルに存在しないユーザーの ID をユーザー ID にしたデータを追加する処理を一つのトランザクションとして扱って、これを実行してみると、エラーになります。もちろんエラーは、ポストテーブルへデータを追加したタイミングで起きたわけですが、先に実行された鈴木さんのバースデーを更新する処理も同じトランザクションと扱われていたため、鈴木さんのバースデーを更新する処理も自動でロールバックして更新されていないはずです。ユーザーズテーブルを見てみると、確かに鈴木さんのバースデーは2025年の1月1日には更新されていませんね。そのため、セッションとコミットを使えば自動でロールバックをしてくれます。もしも明示的にロールバックを書きたい場合は、全体をトライで囲んで、エクセプト説では、エクセプションを補足して例外オブジェクトを E に割り当てて、エクセプト説の中で E を出力して、セッションのロールバックを呼び出す。このように書くと良いでしょう。実際にこれを動かしてみると、エラー内容が表示されて、ロールバックされているのがわかりますね。今回の内容は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。